こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、ブロック解除とか、波動整えたりとか、いろいろやってても、なかなか現実は変わんないなとか、いろいろなことがうまくいかないなとか、そういう方のための、ちょっとアドバイスをポイントをお話ししたいと思っています。で、これなんで、撮ろうかと思ったかっていうのは、ちょっと質問いただいたので、撮ります。波動整え乱れた時はブロック解除 1年以上やってきたっていう方ですね。この世は幻想と思い、難しいと思わず意識的に簡単と思いながら、でも何度ブロック解除をやっても今の現実の苦しさや将来の恐怖がぶり返し、アホリズムがわずかな時間しか保てず、現実が変わりません。実際きっと私みたいな人がすごく多いと思うんです。なかなかうまくいかない人への一歩踏み込んだコツをぜひお願いしますということで、まず1年前の自分と今の自分っていうのはね、結構変わってると思うから、そこをね、まず認めてあげるといいと思うんだよね。私の場合だと、ブロック解除とかはやったの、どんぐらいだから結局もうさ、5年ぐらいやってるんですよ。だから、これ長い付き合いだって、思っていただくといいと思うんですよ。うん。そう。だから、1年でさ、1ヶ月で変わる人もいれば、1年で変わる人もいるし、あとすごい時間かかるっていうのもブロックだったりすると思うから、そういうのもあったりすると思うね。で、私が思うのは大きくさ、こう、なんていろいろな苦しさとかが変わってきたりとか、現実が変わることに、ブロック解除プラス行動だと思うんですよ。うん、行動していくことによって結構現実っていうのはパーンと外れてきちゃうっていうか、違う次元にバンバンいけちゃうっていう感じだと思うのね。でもね、行動しないとやっぱりね、そのね、変わった感じとかがあんまり実感が出なかったりとかするから、ブロック解除しながらとかこう波動整えながら行動をやっぱりしていくと大きく変わった感じがするんじゃないかと思うんですね。うん。そう。で、ここに関して、例えばそうだな、行動してないことっていうのはあんまりないんだよね、私の場合だと。だから、行動するんですよ。むしろだから行動ばっかりしてきてたから、潜在意識でね、頭で考えて行動ばっかりしてきてたから、それで結構苦しかったんだけど、今は、なんてインスピレーション来たら行動するみたいな。でもやっぱ常に行動というかなんかやってんですよね。昨日とかもずっとなんかやってたし、うん。この辺りがね、結構ポイント、行動がポイントだと思うんです。例えばほら、住む場所を変えるとかね。うん。家を引っ越すとか、そういうのだって行動だと思う。すごい気持ちが変わると思う。自分の気持ちで、なんか引っ越したいなと思ったら行動してあげるとか。まあ結構これは、引っ越すとかって大きなことだから、例えば、まあ仕事とかも大きなことかもしれない。仕事変えるとか、仕事の仕方変えるとか、付き合う人を変えるとか、そういうところとか、あとなんていうのかな、なんか、例えば家族に対して執着があったりとかね、うん。そういうところもちょっと家族と距離を取る。まあ、旦那さんと距離を取って別々に暮らしてみるとか、まあ、近い、ね、まあ、彼氏と一緒にいつもベタベタしてて苦しかったんだけど、少し距離を取ってみるとかね。そういうのでもいいし、まあ一人だったとしたら何か行動してみる。なんていうのかな。そういう出会いの場に行ってみるとかさ。そういうのだって行動だと思うし、そういう感じでブロック解除、なんかいけない、できないと思ってたところに対してブロック解除をしながら行動を入れてみると、かなりこう、なんて言うんだろう。変化を感じやすいんじゃなぜなら、そのね、行動できない自分が行動できるんですよ、ブロック解除すると。無理だと思ってるところが結構できたりするから、そのあたりをやるといいと思うんですよね。だから行動すると変化をやっぱすごい大きく感じるんじゃないかと思う。うん。そうじゃ。あとね、期待しすぎるっていうか、大きなことが変わってないっていうふうに思うと、やっぱり何も変わってないような気がするんだけど、小さなことに気がついていくと、すごい変わってたりするから、
なんだろうな、例えばなんか、私人のことをすごい気にしてたけど気にしなくなってたなっていうそういうところとか結構あると思うんですよ。ブロック解除すると変わるから、そういうこととか、なんていうのかな、気になってた人のこと嫌だと思ってた人のことが気にならなくなってるなみたいな、そういうちっちゃな意識の変化っていうのかな、そういうことをちゃんと認めてってあげた方がいいと思うんですよ。だから気がついていく、何にも変わってないな、何にも変わってないなみたいな感じでやってると、結構ずっとダメだみたいな意識のまたブロックが出てきちゃうから、それよりも成功体験、小さな成功体験を認めてってあげるといいと思うんですよ。そこが一番ポイントなんじゃない。だからこの方はここに書き込んでくれたじゃないですか、コメントで。これももう行動なんですよね。でこのコメントを書いた後に書いてくれたのは、今ブロック解除以上にバーンと波動が上がりましたって書いてあって、返信したっていうのは、私がだからこの方を書いてくれたから私は目に留まって、でこれに対するお答えするなんか動画撮りたいなみたいな思ったのね。でもさ、この方が行動してくれなければ私の目に留まってないし、でこうやってほら行動したからバーンと波動が上がるって、これなんですよ。動くとやっぱりね上がる。これはもう行動の一つ、もちろん行動の一つだってことだし、あとなんだっけ、現実が苦しい、アフォリズムね、わずかな時間しか保てない、将来、だからそうだね、現実の苦しいっていうやつとかは、やっぱブロック解除ですね。ブロック解除して行動していく。苦しいってことは、その苦しい原因がさ、例えばお金だったとしたら、なんていうのかな、何か仕事を、副業をやってみるとか、なんかそういう、あとなんだろう、今の仕事をもうちょっとなんか違う方向でやっていくとか、そういう、なんていうの、あと収入が、なんだろうな、なんか投資してみるとかわかんないけど、何かそういう感じでお金に対してのなんかブロックがあるのかもしれないし、人間関係が苦しいんだとしたら、その人間関係に対してのブロック解除とかをなんかしながらちょっと距離を取っていくとか、それも行動ですからね。あとはなんか住む場所を変えてみるとか、新しい出会いを求めてみるとか、それも行動じゃないですか。それをやっていくと、だから変わっていくんですよね、やっぱり。YouTube やってみるとか、YouTube やってみるとか、これは敷居が高いかもしれないけど、そんな高くないんだ。最初誰も見ないからね。Facebook に書き込んでみるとか、SNS やってみるとか、なんかできないと思ってたことに何か挑戦してみるみたいな、そういうことをやっていくと自信になっていくから、行動した自分がだんだん自信になってきて、でね、変わってる変わってない、やらなくなっていくんですよ、自分が。行動に忙しくなってくるから、やりたいことがいっぱい出てくるんですよ。だからそういう感じになってくんじゃないかと思うんですよ。だから結構行動かなと思いますね。あと、将来の不安とかが出てくる。将来の不安っていうのは大体お金であったり健康であったりとか人間関係であったりとか、そんな感じかな。今やっぱり今にいる、だからこうじゃなくちゃいけないみたいな考え方の癖ですよね。やっぱりそういう、どうしても私たちって未来を見る癖があるから、そこに対してのやっぱブロックがあったり、だから行動していろんな人に会ったり、自分が少しずつなんていうのかな、いつものパターンですね。未来を考えて嫌な気持ちになるパターンを持ってるっていうところをみんな持ってるから、ここをやっぱ書き換えて、でアフォリズムですね。自分で波動を整えて何にも考えない時間を持つようにする。この方の場合だとそれがわずかな時間しか保てないって書いてあるから、わずかな時間しか保てないっていう、なんて言うんだろう、アフォリズムやんなくちゃっていう意識が入ってると思うから、やんなくていいですよ、むしろ。そしたらブロック解除かな。ブロック解除やって自分で行動してあげる。何か寝たければ寝てあげるとか、自分がやりたいと思ってることをやってあげる。やりたいっていうのは大きなことじゃなくていいから、そこがやっていけばいいんじゃないかな。今アフォリズムやんないと安心しなくちゃ、ほっとしなくちゃとかさ、それよりもなんていうの、今眠いと思ったら寝てあげる、今食べたいと思ったら食べてあげる、何もしたくないと思ったら何もしない、
行動したいと思ったら行動、だからこれ波動を整えるタイムになってんじゃないかと思うから、ここをね結構やってあげるといいと思う。で行動したくなったら行動する。であとなんかこうやっぱね、でもここは何とも言えないんだよな。波動を整える時間が本当に取った方がいい人いるんですよ。だから行動ばっかりしてきてヘトヘトになってる人ね、そういう方は何かしなくちゃとか何かやらなくちゃって追い立てられてるようなところがあるから、ここに対してはやっぱ波動を整えるのが、だからアホリズムが波動を整える、今自分がやりたいと思っていることをやってあげる。ゆっくりしたいと思ったらゆっくりしてあげるとか、その自分のリズムに戻していくってことなんだと思うんですね。ここら辺をだからやっていくと楽になっていくかなと思いますね。小さな成功体験を認めてあげるっていうことをやっていくといいと思うし、あとはだから行動に関してはいきなり大きなことをやろうとするっていうよりも、自分自身がやりたいと思った気持ちが出てきたものを行動していく。怖いですよね、なんか新しい行動することとかっていうのは、例えばいつも動いてた人が動かないっていう選択するのっていうのも怖いですよ。私も怖かったから。だけどそれをアホリズムをやろう、安心しなくちゃみたいな、安心する方をやってみようって、それもブロック解除しながらやってみたんですよね。そしたらあれやっぱいいなみたいな感じになったりして、ここが考え方のだから癖が結構みんな入ってると思うから、私も入ってたし、そうだから行動、変わんないな、現実が変わんないなと思ってる方は自分自身の行動を変えてみるってことですね。止まる人は止まるんだと思うし、動く人は動くんだろうし、それは自分の心の感覚に従っていれば、自分がおのずと何をやればいいか分かるから、ここの自分の感覚、自分の気持ちですね、ここと行動がずれてるんだと思うから、いつものパターンをやり続けるっていうところがあるんですよ、私たちって。私もそう、朝起きて歯磨いて顔洗ってとかあるじゃないですか。いつものパターンをちょっとやっぱ変えていくっていうことを勇気を持ってやっていく。変わらないとかねそれだけでもいいし、今日はだから私いつもちょっと最近下ろしてたけど、髪上げてみようとかさ、今日髪切ろうかなとか思ってんだけど、なんかちょっとやっぱりいろいろ気分転換で変えていく。同じことやるのが面白くないから、なんかこういろいろ変えていきたいなとか思ってて、なんかそういうことを思いついたやつですね。そういうのをやっていくことによっていつの間にかやっぱり変わってるんですよ。で自分は1年前の自分と今の自分って、だから一瞬自分たちって生まれ変わっていて、違う自分自身であるっていうところでもあるわけだから、なんかその変わって1年前の自分と今の自分を見比べるっていうよりも、小さな成功体験をこう認めていく、小さなことに気がついていく。だってここにいながらさ、そこに鳥が声いっぱいするじゃないですか。いい声だなとかで、うるさいなでもいいんだけど、これだってさ、気がつく。いつもここに鳥が飼ってるから、ここにね鳥がいっぱいいるんだけど、いつもいるけどそこに気がつくっていうことね、目の前に幸せはいっぱいあるみたいな感じだから、大きなことで変わったっていうことを求めようとすると、いつまでも不足感がある状態になるから、小さな成功体験を積み重ねていく。小さなことにブロック解除したり波動を整えたり、小さな行動を起こしてみてください。そうするといつの間にかなんかね、全然違うとこにいますから、もうねジャッジしなくなってくると思う。でこの方はもうコメント書いてくれたわけだから、こういう自分自身の行動を認めてあげる。よく私は行動したなみたいな感じでやっていくといいと思います。こんな感じかな。なんか参考になったら嬉しいです。ではでは。